はい、こんにちは。YMCK の余村です。ですね、マジカル8ビットプラグ講座ということでですね、私が作ったソフトシンセプラグインマジカル8ビットプラグの解説をしていくという動画です。この動画含めて、何回かに分けてね、お送りする予定です。で、今回はですね、初回ということでですね、マジカル8ビットプラグを使い始めるまでのところをちょっとね、ご紹介しようと思います。といってもですね、使い始めるまでのところっていうのは結構 OS の使い方だったりとかね、あと DAW お使いのホスト DAW によってね全然違ってきちゃうので、細かいところまではねお話ししないんですけれども、それでもですねちょっと注意した方がいいところ、分かりにくいところとかがあるので、今回の動画ではその辺だけちょっとご紹介します。で、具体的なね使い方もうねダウンロードして持ってるし、もうちゃんとプラグインが DAW にも差し込めてるよっていう人は、次回以降のね、動画をご覧ください。で、ですね、まずですね、じゃあ使い始めるまでのところっていうと、まずね、どっからダウンロードするんでしょうという、そこから行ってみたいと思います。まずね、なんといっても入手先ですけれどもね、YMCK のオフィシャルホームページですね。はい、こちらの、アップマジカル8ビットプラグというところからですね、ここにねダウンロードリンクがあるんでね、それぞれ、Mac とね、Windows、どちらかねお使いの OS にあったものをダウンロードしてください。でね、ここに Q バージョンっていうのも置いてあるんですよね。これはですね、Q バージョンマジカル8ビットプラグ、ね、2がつかない方、これはですね2の方と互換性がないのでね、一応前のやつを使ってた人がOS の都合とかで使えなくなっちゃった人、その人のためにちょっと用意してあるものなんで、初めて使われる方はこのね2の方をぜひねダウンロードしてください。でですね、ダウンロードしますとですね、こんな感じでね Mac の方と Windows 両方ダウンロードしちゃいましたけれども、ですね Mac の方を開くとですね、中身はこんな感じになっています。Docs はドキュメントですね、説明とか入ってるやつで、デモはデモソングが入ってるんでいいんですけど、じゃあ本体どこなのっていうね、不慣れな人はこれじゃあどこがプラグインなのっていうねお話になると思うんですけれども、ですねオーディオユニットの場合はこのコンポーネンツですね、この中に入っているこのコンポーネントファイル、はい、これがオーディオユニットの本体になります。でですね VST の方はですねこちらの中に入っている .vst ファイルですね、こちらですね。で VST3 の場合は同様に VST3 ファイルということになります。でですねこれあれなんですよ、いわゆるなんかダブルクリック一つでインストールできるようなインストーラーみたいなやつをね作ってないんですよ。あれ作るの結構大変なんですよ。なのでですねこれインストールするためにはこういったねコンポーネントファイルとか、VST ファイルをですね、しかるべきフォルダーにですね手動で入れていただくということになりますね。でそこのね、どこに入れるのみたいな話っていうのは結構難しくて、メニューでオプションキーを押しながら開かなきゃいけないとかいろいろちょっと面倒くさいことになっているので、その辺はですね是非、Google 先生に聞いてね調べてみていただきたい。例えば Mac オーディオユニットインストールなんかで検索するといろいろ親切な、説明とか動画が出てきますんでね、ぜひそちらをご覧いただければと。 VST の場合は Mac VST インストールなんかで検索すると出てきます。はい、それでね、その後の使い方もね結構、DAW 上でどう呼び出すのみたいなのちょっと一癖あったりするんですよ、それぞれ。ガレージバンドなんかは初心者向けで簡単そうに見えるんだけど、初めから入ってるやつは簡単に使えるけど、それ以外のやつ使おうとすると結構難しいんですよ。なんか奥の方に入って呼び出さないといけなかったりするので、その辺もねまたガレージバンドオーディオユニットインストールなんかで検索すると、詳しく解説している方がいらっしゃいます。ロジックとかも同様ですね。はい、そこはねぜひ検索していただいてと。他力本願。ですね Windows の方はですね、
こんな感じで中身はちょっとシンプルなんですけれども、内容はだいたい同じです。デモと、ドキュメントのフォルダがあるほかに、DLL ファイルと VST3 ファイルがあります。で、ですね、VST2 の方はですね、この DLL ファイルの方ですね。はい。そして、VST3 の方は文字通り VST ファイル。これがプラグインの本体になります。で、同じくですね、インストーラーみたいな親切なものをちょっとご用意できていないので、しかるべきフォルダに手動でね入れていただくことになるんですけれども、これはね、またお使いのホストによってインストール場所が違ったりするので、これまたね、ホスト名を含めて Google 先生に聞いていただくといいかなと思います。Cubase VST インストール、Reaper VST インストールとかね、そんな感じで検索していただくと、どこに入れればいいのかね、親切に解説している動画があると思いますんで、そちらをぜひご覧ください。で、そもそもau だ VST2、VST3 っていうね、どうやって使い分けるんだって話なんですけれども、それは単純にですね、お使いのホストアプリケーション、ホスト DAW によって、決まってます。で、ですね、Mac の場合、ですね、オーディオユニットはApple が標準で提唱している形式なんで、当然 Apple の DAW ソフトはオーディオユニットです。ロジックとあとガレージバンドですね。はい。はい。それでですね、VST の方は、スタインバーグが提唱しているプラグインフォーマットなので、Cubase ですね。Cubase をお使いの方は VST ですね。で、ですね、あとは、リーパーとかソナーは、VST ですね。VST のみになってます。で、あとですね、FL スタジオ、スタジオ1、あと Ableton Live とかは両方、オーディオユニットと VST 両方使えるようになっています。で、VST2 か VST3 かなんですけれどもね、これは基本的にスタインバーグは VST3 を推奨してるんですけれども、ものによってはちょっとうまく VST3 が動かない場合があるんですね。そういう場合は VST2 の方を試していただければと思います。で、Windows の場合も同様ですね。VST2 と VST3 ありますけれども、Cubase はさすがにスタインバーグ純正なんで VST3 動くと思うんですけど、自分が試した範囲だと、リーパーは VST3 がちゃんと動かなかったですね。これマジカル8ビットプラグのせいじゃなくて、他の VST3 プラグインも動かなかったので、もしかしたら VST3 ちゃんと対応してないかもしれません。あとですね、ゼンビーツっていう、比較的新しい DAW あるんですけど、それも VST3 がちゃんと動かなかったのでね、そういう場合は VST2 の方をね、ぜひ試してみてください。というところでね、あとはですね、いろいろ DAW の使い方、OS の使い方の話になりますので、その辺はぜひ皆さん Google 先生にお聞きいただいて、そしてですね、なんとかプラグインが DAW 上に出てくるところまでね、頑張ってみていただければと思います。他力本願。はい、ということでね、次回は実際にプラグインを、DAW に挿してね、マジカル8ビットプラグの中身についてお話ししていきます。ということで第1回は、ここまでです。ぜひね、よかったらチャンネル登録なんかしてみてください。それでは次回。